ここ数年コンテンツの動きが活発で、特にアニメ媒体では毎年のように話題作が生まれているガンダムシリーズ。2025年前半は一年戦争がファーストガンダムとは異なる世界線をたどった世界を描いたガンダムジークアクスが話題を呼びましたが、今後もオルタナティブシリーズを含め様々な展開が控えています。まずジークアクス放映後に閃光のハサウェイ第2部の PV が公開されました。実に第1部が公開されてから4年の時を経て続編が動きを見せたことで、多くのファンから歓喜の声が上がっています。また今年は新機動戦機ガンダムウィング30周年ということもあり、新機グッズ以外にも映像や文字媒体など様々な展開が期待できるでしょう。一方で劇場版シードフリーダムの前日譚にあたるシードフリーダムゼロなど新情報がなかなか解禁されない作品もあります。そこで今回は現在分かっている範囲での新作情報をまとめてみましたので、そちらを見ていきたいと思います。それでは始めましょう。1、ガンダム GWX プロジェクト。まず平成3部作である機動武闘伝 G ガンダム、新機動戦機ガンダムウィング、機動新世紀ガンダム X にフォーカスしたガンダム GWX プロジェクトに関してです。もともとガンダム GWX プロジェクトは平成3部作が2024、2025、2026年にそれぞれ30周年を迎えるということで始動した企画で、2024年にはその一環として機動武闘伝 G ガンダムの外伝小説天地天学英雄編成三教神伝がウェブ上にて連載されていました。そして2025年にはガンダムウィングが30周年を迎えており、すでに新機動戦機ガンダムウィング&エンドレスワルツ30周年オフィシャルブックオペレーションサーティースの発売が12月12日に決定しています。テレビシリーズの設定資料と豪華キャスト陣による座談会を収録した3冊構成の大ボリュームの書籍です。その他にも書き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやフィギュアなど、すでにウィング系のグッズに関しては大量展開されています。またガンダムウィングも G ガンダム同様に既存のストーリーを補完するウェブ小説が公開される可能性がありますが、ガンダムウィングはアニメテレビ版とエンドレスワルツ版以外にも漫画版エンドレスワルツ敗者たちの栄光や小説フローズンティアドロップといったストーリー軸がありますが、 G ガン外伝がアニメ版の補足の側面が強かったため、ガンダムウィングもアニメ化されたテレビ版かエンドレスワルツ版を軸にするかもしれません。ただフローズンティアドロップはほとんどのモビルスーツデザインが公開されていないため、30周年を機に映像化して一挙にモビルスーツ面の展開を行っていく可能性も考えられます。そして2026年にはガンダム X が30周年を迎えますが、こちらは2018年に発売されたブルーレイボックス特典に収録されたアフターエピソードあなたと一緒ならの映像化、もしくは続編が制作される可能性もあるのではないでしょうか。2、シードフリーダムゼロ。続いて劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムの前日譚にあたる新作シードフリーダムゼロについてです。2024年11月1日から公開されたシードフリーダムの特別版にて PV が公開されましたが、どの媒体で展開されるのか、いつ頃公開されるのかなど全く明かされていません。ただ福田監督の X のポスト内容や特別版のエピローグの内容から、フリーダム強奪事件や真にジャスティスが託される件について描かれることは予想できます。またシードフリーダムがガンダム界でダントツの興行収入50億突破から制作が急ピッチで進んでもおかしくないという点、そしてすでに PV が完成している点や劇場版で多くのモビルスーツの CG を作成したことから進捗は早そうな気がします。3、閃光のハサウェイキル系の魔女。続いて閃光のハサウェイ第2部です。閃光のハサウェイはもともと第1部が2020年7月公開予定だったものの、コロナの影響で複数回延期され、最終的に2021年6月に公開。その3ヶ月後の2021年9月に第2部サン・オブ・ブライト課題が発表されましたが、それ以降本作に関する続報はありませんでした。しかしジークアクスの終了とともについに PV 第1弾が公開され、正式タイトルはキル系の魔女。実に4年ぶりに動きを見せています。松竹が公開したスケジュールでは
公開時期が記載されていなかったため、最悪2026年の春以降になる可能性もありましたが、昨日ガンダムインフォにて本当の公開ということが明かされました。そのため12月に公開されるのではないでしょうか。現在までで公開されている情報では、第2部は尾形プロデューサーが富野義行氏から普通に小説のままやったら持たないからやめろと忠告を受けたため、原作からプラスアルファの要素を加えたものになること。サン・オブ・ブライトという課題はブライトの息子もしくは太陽という意味合いにも受け取れるため、原作よりもブライトに焦点を当てた内容になるのではないかということが予想できました。しかし正式タイトルがキル系の魔女ということで、これはケネス率いるキル系部隊においてディギの言動が部隊を勝利へと導き、マフティーを追い詰めていく流れを指していると思われます。またガンプラ商業的に考えれば、クシーとペーネロペーに新装備もしくは新形態が用意される可能性も高いでしょう。特に先行のハサウェイは公開から4年以上が経過し、完全に旬を逃してしまっているので、第1部の再上映を事前に行い、鮮烈な情報でファンの期待感を高める必要があるのではないでしょうか。4. 鉄血のオルフェンズウルズハント。続いて鉄血のオルフェンズウルズハントです。こちらはもともとスマホアプリ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G で展開されていた鉄血のオルフェンズの外伝作で、アニメ本編1期と2期の間にあたる物語として描かれていました。内容としては、近世にあるラドニッツァコロニーで生まれ育ったウィスタリオアファムを主人公とし、古の時代に人類が失ったあるものを見つける宝探しレースウルズハントを通して出会うライバルたちとの熱い友情が描かれており、薬剤戦時の無人兵器であるモビルアーマーとウィスタリオの登場機ハシロボシとつながりがあると思われるガンダムマルコシアスの謎を解き明かしていく冒険探です。アプリ自体は2024年1月11日でサービス終了したものの、終了直前にウルズハント単体でのアニメ化が決定しています。ただ2025年の4月11日に公式サイトが更新されて、12話までに登場したキャラクターと登場モビルスーツの一覧を見ることができるようになったものの、以降情報がぴったりと止まっていました。しかし2025年5月のホビーショーでは、マスターグレードガンダバルバトスルプスの他にハイグレードガンダムザガンやモンキーロディなどウルズハントに登場したモビルスーツまで参考出品されていました。さらに2025年はオルフェンズ10周年ということもあり、30周年を迎えたウィングと合わせてキャライラストが展開されています。また2025年6月21、22日に開催された茶屋町吉フェスティバル2025にて展示される合同ビジュアルでは、ラブライブシリーズやウィング、ゼータの面々とともにオルフェンズの主人公三日月オーガスとオルガイツカが描かれていました。さらに同イベントのゼータウィング鉄血スペシャルトークショーには、三日月役の川西健吾氏、オルガ役の細谷義正氏の出演が決定しています。これらの情報を踏まえると、ウルズハントの情報が出るのはハサウェイ第2部に続き2025年の秋頃になるのではないかと予想されます。打ち切りになってしまったゲームのストーリーがすでに12話までアプリ内で展開されているなど、商業的に厳しい要素も多いものの、アニメ本編以上に作品の根幹に関わる薬剤戦に踏み込む非常に興味深い作品なので、ぜひアニメ全24話で放映してほしいところです。5. ハリウッド実写版ガンダム。続いてガンダムのハリウッド実写版ガンダム歌唱です。こちらは2024年11月1日に新情報が公開されました。当初は2025年初旬頃に撮影開始とされていましたが、今年の4月に主演を恋するプリテンダーマダムウェブなどで知られるシドニー・スウィーニーに据え、最終交渉に入っているという情報が出ていたことから、撮影開始は2025年中旬以降になると予想されます。監督はドラマスイートトゥース鹿の角を持つ少年のクリエイタージム・ミックレ氏が脚本監督を担当されるとのこと。実は2021年の段階では監督がキングコングドクロ島の巨神のジョーダン・ボートルバーツ氏で、ネットフリックスと共に取り組んでいると発表されていました。しかし2023年のガンダムカンファレンスでは、シードフリーダムに続く作品としてマイルストーンに書かれていたものの、一切触れられない状況にありました。さらに2024年には監督が変更になり、
撮影開始時期が2025年初旬からと明かされたことで、ここ数年監督変更などの内部事情により、制作が完全にストップしていたことがわかります。そして、2025年4月に、ようやく主演のめどが立ったということで、早くても2026年中の公開になりそうです。ちなみに、ネットフリックスで公開されている機動戦士ガンダム復讐のレクイエムは、本作とは制作陣も異なる別作品となっています。あちらはフル CG でしたが、こちらは人物は実写で、モビルスーツが CG という感じになるでしょう。6、ガンダム00新作。続いて、ガンダム00新作についてです。00に関しては、2018年の10周年記念イベント、ガンダム00フェスティバル10ディビジョンが開催された際に、水島誠二監督が自身の X で、00の新作、作ります。とコメントされていました。ただ同時に、作りますけど、まずはスケジュール調整からなので、かなり先になります。なんせ、僕も、数年先まで決まってる仕事があるので。でも、その間にできること準備して、現場整えてもらって、ちゃんとした形でやりますから。のんびり待っててください。サンライズに問い合わせたりしちゃダメよ、とも言及していました。つまり、水島監督としては、00の新作を作りたいとは思っているものの、バンダイとの調整は一切始まっていない上に、スケジュール的に取り掛かれる状況にはないとわかります。また、現在、シードフリーダムゼロや、先行のハサウェイ第2部、そして、ウルズハントの制作を進めている中、バンダイ側に、00の新作をやって、新商品の展開をするキャパがあるのかと考えると難しそうです。そのため、現在展開中の作品が落ち着いてから、00の新作をやると考えられるので、水島監督のスケジュールとバンダイ側の需要を合わせるなら、2027年もしくは2028年に、ガンダム0020周年企画として発表されるのではないでしょうか。7、機動戦士ガンダムユニコーン2。こちらも、続報は全くありません。本作は、もともと2018年に発表された UC NEXT100 という企画の一環として展開される予定でした。当初は、UC NEXT100 の第1弾が、機動戦士ガンダムナラティブ、第2弾が、先行のハサウェイ、第3弾が機動戦士ガンダムユニコーン2とされていて、ガンダムナラティブは、2018年11月に公開、先行のハサウェイ第1部は、もともと2020年7月予定だったことから、2018年当時は、2年に1度のスパンで映画展開をする予定だったことが伺えます。しかし、コロナ禍などの影響で、先行のハサウェイの展開が遅れてしまったことで、予定が大幅に狂ったのか、最近では UC NEXT100 という言葉すら聞かなくなりました。ただ、2021年3月に発売されたリアルエクスペリエンスモデル RX0 ユニコーンガンダム、いわゆる全自動変形ユニコーンガンダム胸像の予約開始記念で、福井春俊氏と尾形プロデューサーによる対談にて、福井氏は違う宇宙に行っているも帰れなくなっているとされています。つまり、2021年時点では別作品にかかりっきりで、ガンダムユニコーンシリーズに戻ってこれる状況ではないという旨の発言をされていました。これは、おそらく、全7章構成の映画、ヤマトヨトワにレベル3199にかかりっきりということだと思われます。第1章が2024年7月上映、第2章が2024年11月と半年スパンなので、順調に進めば2027年に完結するでしょう。他にも、福井氏は、現在ガンダムエースに連載中の漫画、機動戦士ムーンガンダムにも携わっているため、ガンダムユニコーン2の展開は、ムーンガンダム完結後、早くても、2028年かそれ以降といったスケジュール感になるのではないでしょうか。なお、ストーリーに関してもほとんど情報はありませんが、福井氏は、以前の対談で、ユニコーンガンダムのサイコフレームは、ガンダムナラティブの世界でも解決されていない問題だったにもかかわらず、十数年後、つまり、機動戦士ガンダム F91 の世界までには、影も形もなくなった理由は何なのか？もう一回大災害があったのではないか？さらに、ハサウェイの時代である O105 は、すでにサイコフレームを封じられた時代なので、宇宙世紀 O100 におけるジオン共和国の自治権問題のあたりと被ることになるという話をされていました。また、尾形プロデューサーは、先行のハサウェイの状況を含めた上で考えていくことになるだろうとも言及されています。
これらの情報を踏まえるなら、ガンダムユニコーン2の制作開始までに、現在保管が進められているガンダム F90 や F91 の漫画版、そして先行のハサウェイ第3部の公開が終了してから、ガンダムユニコーン2のストーリーが構築されていくのかもしれません。8、SD ガンダム。SD ガンダムシリーズでは、2021年からSD ガンダムワールドヒーローズを展開しており、2025年3月22日には、キャプテンクアンタなどのガンプラが発売されましたが、ストーリーに関しては、2024年3月から展開されていたキラ鋼物語のストーリーテキスト以降、完全にストップしてしまっています。キラ鋼物語の前作となるザ・レジェンド・オブ・ドラゴンナイトが漫画でストーリーが進んでいたのに対して、キラ鋼がイラスト1枚とテキストのみになってしまっているので、商業効果が薄いと判断されてしまっているのかもしれません。次はどう展開していくのか気になるところです。9、その他。最後に、機動戦士ガンダム8です。本作は、もともと2021年8月号にて、ガンダムエース創刊20周年記念として制作が決定していましたが、それから4年の時を経て、2025年6月26日発売のガンダムエースから漫画連載がスタートしました。シナリオを、鉄血のオルフェンズの脚本で知られる鴨志田はじめ氏と、漫画、バトルオペレーション、コードフェアリーの高木修英氏が描くガンダムシリーズ完全新作となっています。古暦2030年、人類の生存者は、たった258名となっており、すでに地球は人類ではない何者かの手に落ちようとしていました。それに立ち向かうのが主人公ナオミ・スバルと、残された最後のガンダムであるガンダムジリウスという内容となっています。また、前日談では、土星の輪の中で、外宇宙からやってきた、巨大生物の死骸マザースワンの発見から、人類はマザースワンに関する調査のため、外宇宙への探査を計画したことが明かされていました。そして、前日談の最後には、古暦2026年、彼らの運命の歯車は、大きな音を立て回り出したと言及されており、前日談から本編までの4年間で人類滅亡寸前にまで追い込まれる出来事があったと予想されます。なお、本作は漫画作品としては珍しく、ガンプラも同時進行で展開されており、5月26日にはプレミアムバンダイにて、ガンダムジリウスの予約が開始しました。漫画作品ながら、商業展開に力を入れているため、かなり期待できる新作ではないでしょうか。ということで、ガンダム最新情報まとめでした。全体の流れとしては、2025年の夏から秋にかけて、ガンダムウィング30周年記念企画が展開、12月頃に、先行のハサウェイ、キルケーの魔女が公開。来年2026年は、ウルズハントとシードフリーダムゼロをメインコンテンツにしつつ、ガンダム X30 周年企画も展開。続く27年から28年にかけてハリウッド実写版が公開されると予想されます。また、00の新作に関しては、既存の企画がある程度落ち着いてからと考えられるので、2027、28年以降に展開がスタートすると考えられます。先行のハサウェイ第3部やユニコーン2に関しても、現在の展開スパンから考えれば28年以降になるのではないでしょうか。展開予定作品のラインナップは多いものの、新情報が出ず、停滞している作品も多いため、本当に続編が出るのか、怪しいところもありますが、シードフリーダムに続き、ジークアクスでもガンダムが盛り上がっている今だからこそ、新作展開に力を入れてほしいところですね。あと、ガンプラ生産数はなんとか上げてください。お願いなので。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。